お母さん、私まだ乗ってないです。山中を運転していた義母の車は私の叫びを無視し、無情にも走り去っていく。突然真っ暗な山道に放置された私は、呆然と立ち尽くしていると、スマホにメッセージが届く。深夜に私を起こした罰よ。そのまま歩いて帰りなさい。それは義母からのメッセージだった。あまりの出来事に私は一瞬目の前が暗くなる。晴れているとはいえ、まだ時期は冬であり、夜はかなり冷える。急いで身支度をしたせいで、部屋着にカーディガンを羽織っただけの格好だったのもあって、こんな街灯もない山道を歩いて下山なんてできなかった。カバンは義母の車の中なので、財布も何も持っていない。しかし、幸いなことにスマホだけは手に握りしめていた。万が一これも持っていなかったらと思うと、背筋がゾッとする。私はすぐに警察に電話をするのだった。私の名前は優子。もともとは会社勤めをしていたけれど、結婚を機に退職し、専業主婦をしている。夫の隼人はトラックの運転手をしており、夜勤も多く不規則な生活を送っている。そんな夫を支えるべく仕事を辞めて家庭に入ったのだった。現在は夫の実家に入り、義母と同居生活を送っている。同居と聞いてちょっと尻込みした私だったけど、夫は常に私を気遣ってくれる優しい人だ。そんな人の母親であればうまくやれると思っていた。しかし結婚後、そんな私の思いはもろくも崩れ去ることになる。夫の母親は忍さんといい、正直言うとお金にがめつく偏屈な人という印象を受ける。まったく夫があれだけ稼いできているのに、あんたは金ばかり使って本当に役に立たない嫁だね。こんなに食材ばかり買い込んで私が使える金がなくなるじゃないか。そう、常に嫌味ばかりだった。てっきり私のことが嫌いで嫁いびりでもしているのかと思ったが、一緒に暮らしていくうちにそうではないことに気づき始める。義母は仕事から疲れて帰ってきた夫に対してもねぎらいの言葉がないどころか悪態をついてくる。あんたもっと稼いできなよ。そんな稼ぎじゃ私たちの生活がままならないだろ。長時間の運転で疲れている夫にもそのように発言し、私は耳を疑った。私は専業主婦で義母も年金暮らしの身。夫の稼ぎで生活させてもらっているのにもかかわらず、常に夫に対してもそんな態度なのはいかがなものだろうか。どうやら義母はご近所の方にもそんな態度をとっているようで、ご近所に親しい友人すらいないようだった。あんなお姑さんじゃあなたも大変ね。お隣に住むご婦人にそう言われたときは気まずくて仕方がなかった。そんな義母の態度に夫も辟易していたが、やはり血のつながった親子としての情があるらしい。母さんは俺にとって唯一の肉親だからさ、困った人なんだけど、それでも面倒は俺が見ていきたいんだよ。優子には迷惑かけて本当に申し訳ないけど。夫は私と出会う前に父親を亡くしており、家族と呼べるのは義母しかいなかった。そんな夫に義母のことをお願いされては、義母を無下に扱うこともできない。私は夫の意思を尊重し、義母の嫌がらせに耐えて面倒を見ることにした。そんなある日、事件は起きる。いつものように夫が夜勤の仕事に出かけた時のこと。いつも義母は夫が夜勤だろうと関係なく自分の好きなタイミングで寝てしまう。私は一人でお見送りを済ませた後、布団に入っていた。今回の仕事はかなり長距離の往復と言っていたから、帰ってくるのは明日の夕方くらいになるだろう。途中で仮眠を済ませてくると言っていたので、夫の帰宅時間に合わせて美味しい食事でも作っておこうなどと考えながらだんだんと眠りにつく。ようやく意識を手放しかけたその時、私はスマホの着信で目が覚める。電話の相手は夫の勤め先。こんな時間に一体何だろうか。今までこんな時間に夫の勤め先から連絡が来たことなんてなかったから、私は嫌な予感しかしなかった。旦那さんが交通事故に遭いまして、市内の A 病院へ搬送されました。
嫌な予感というものは的中するもので、夫が事故に遭ったという衝撃的な事実が夫の同僚から知らされた。どうやら高速道路の走行中に居眠り運転していた大型トレーラーが夫の乗るトラックに突っ込んできたらしい。夫の会社は労働環境も良く、運転手の体調管理なども徹底されている。しかし、どれだけ本人が万全であろうとも、事故に巻き込まれてしまう可能性をゼロにすることはできなかった。今回の夫は完全に巻き込まれる形での事故となってしまったようだった。わかりました。すぐに向かいます。そう言い電話を切ると、すぐに病院へ向かう準備をする。しかし、ここで一つ問題が発生する。現在の時刻は深夜の2時。とっくに公共交通時間は止まっている時間帯だった。それなら自分で車を運転すればいい話だけど、運の悪いことに、私たち夫婦の車は車検に出したばかりで手元にない。戻ってくるのは数日後だった。ディーラーから代車が出払っていて貸せないと言われてしまい、仕方なく了承したことを後悔しても始まらない。朝まで待つことも考えたが、どうしても今すぐ向かいたい。容体の詳細がわからない今、電車が動く朝まで待つということは避けたかった。私は文句を言われる覚悟で、義母に協力をお願いすることにする。私たち夫婦の車とは別に、義母名義の軽自動車があったからだ。時間も時間だから運転は自分でし、車だけ貸してもらえたらと思っていた。お母さん、夜分にすいません。ちょっといいですか？そう言い、義母を起こす。今何時だと思ってるんだい。深夜に起こされて明らかに機嫌が悪くなる義母だったが、今はそんなことに構っていられない。隼人さんが事故に遭って A 病院に搬送されたらしいんです。今車を車検に出してしまっているので、お母さんの車を貸していただけませんか？息子が事故に遭ったと聞き、さすがの義母も目を丸くする。そのまま起き上がり、着替えを始めた。慣れない車じゃ危ないだろ。私が運転していくから準備しな。普段嫌味ばかりだと言っても、やっぱり実の息子のこととなると心配になるのだろう。てっきり何か言われると思っていた自分を恥じつつ、私は義母の運転する車に乗って病院へと向かった。A 病院へ行くには高速道路を経由するか、大通りを通るルートが一般的だった。しかし、義母が運転する車は人気のない山道を進んでいく。義母の表情では道に迷っているようには見えない。しかし、どうしてこんな偏僻なところを通るのか、わけがわからなかった。街灯すらろくにない完全な山の中である。不安に感じた私は義母に確認をする。お母さん、A 病院ってこんな道通りましたっけ？あなたは知らないだろうけど、こっちが近道なの。問題ないからおとなしく座っててちょうだい。義母はそう自信満々に答えてくる。私は嫁いでくるまでこの辺りの道は全然知らなかったため、知らない近道があってもおかしくはなかった。もしかしたら私が一人で向かうより早く着けるルートで迎えているのかもしれない。私はそう自分を納得させた。しばらくすると車はどんどんと山奥に入っていき、道もガタガタとかなり揺れるようになっていく。時折何かに乗り上げたのではと思われるくらいの振動が伝わってくる。そんな山道を進む中、義母が突然車を急停止してこう言った。今何かにぶつかった気がするんだけど、助手席側だったから、優子さん、ちょっと見てきてよ。ずっとガタガタし続けていたせいか、私には全然ぶつかった感触なんてなかった。しかし、こんな緊急時に嘘をつくこともないだろうし、せっかく車を出してもらっている状態で無視するわけにもいかない。私は車を降りてスマホのライトを頼りに車体を確認する。真っ暗な山道でなんとかライトを頼りに傷を探すけど、特にそれらしいものは見当たらない。もしかしたら義母の勘違いなのではないだろうか。そう思った私は車の中の義母に向かって声をかける。特に傷とかはついていないですけど、ここだとあまりよく見えないので、もう少し明るいところで。そう話しかけたところだった。義母が突然、助手席の扉を閉め、アクセルを踏み込む。
急発進する車を見て、私は慌てて声をかけた。お母さん、私まだ乗ってないです。しかし、運転していた義母の車はそんな私の叫びを無視し、無情にも走り去る。突然真っ暗な山道に放置された私は、呆然と立ち尽くしていると、スマホにメッセージが届く。深夜に私を起こした罰よ。そのまま歩いて帰りなさい。それは義母からのメッセージだった。あまりの出来事に私は一瞬目の前が暗くなる。晴れているとはいえ、まだ時期は冬であり、夜はかなり冷える。急いで身支度をしたせいで、部屋着にカーディガンを羽織っただけの格好だったのもあって、こんな街灯もない山道を歩いて下山なんてできなかった。カバンは義母の車の中なので、財布も何も持っていない。しかし、幸いなことにスマホだけは手に握りしめていた。万が一これも持っていなかったらと思うと、背筋がゾッとする。私はすぐに警察に電話をするのだった。私の通報を聞いて、電話口の警察官もぎょっとする。それもそうだろう。今時山の中に置き去りにされるなんて聞いたことがない。幸いなことに山のふもとに派出所があったようで、通報からすぐにパトカーが来てくれた。簡単に経緯を話し、また後日警察署に行くことになった。今の私は身分を証明するものとか何も持っていなかったし、夜間ではいろいろ対応できないこともあるのだろう。財布を持っていないと聞き、警察の方が家まで送ってくれると言ったが、私が事情を話すと、夫の搬送先である病院へ送っていくと言ってもらえた。病院に着くと、警察の方にお礼を伝え、早足で夜間救急へ向かう。随分と到着に時間がかかってしまったが、夫は命に別状はなかったようで、処置も終わり落ち着いている。私の到着から少し経った頃には目も覚ましてくれ、心底安心した。心配かけてごめん。一人で来てくれたの？車ないのに大変だっただろう。私のことを気遣ってくれる夫の態度に、私は思わず泣き出してしまう。ポロポロと涙をこぼす私を見て、夫は困惑する。どうしたの？そんな泣かなくても。私は泣きながら、ここに来るまでに起こったことを夫に話すのだった。翌朝、夫は救急から一般病棟に移っていた。私は面会開始時間まで待合室で時間を潰す。結局、義母は朝になっても夫の見舞いに現れることはなかった。てっきり私を置いて病院に向かっていると思っていたけど、まさか実の息子が事故に遭っても、私を放置してそのまま自宅に帰ったということなのか。いくら性格の悪い義母でも、そんなことをするだろうか。そんなことを考えながら待合室でぼーっとしていると、なんだか周囲が慌ただしくなってくる。どうやら救急車で急患が運ばれてきたらしい。ストレッチャーがこちらに運ばれてくる。邪魔にならないように場所を移そうかと立ち上がったその時、私は偶然急患の顔を見てぎょっとする。そこに寝かされていたのは間違いなく義母だった。血まみれですごい怪我だったが、間違いなく義母だった。そのことを看護師に伝えると、後ほどやってきた警察官に怪我人の家族だと紹介してもらえ、事情を聞いた。どうやら義母は山道で単独事故を起こしたらしい。何でも結構なスピードを出している時にスマホをいじっていたとかで、前方不注意が原因だということだ。もしかして私にメッセージを送った時ではないだろうか。あれから何度か義母に連絡をしたけど、既読もついていない。だとすると、事故を起こしてから相当な時間がかかっているのではないだろうか。警察官の話だと、義母はかなりのスピードで道路からはみ出し、山肌の崖に激突。乗っていた軽自動車は前方が大きくへこみ、ぶつかった衝撃で義母は気絶。そのままかなりの時間放置されていたんだとか。あの山道は人通りも少なく、発見が遅れたとのこと。朝になってようやく地元民に発見してもらい、救急車を呼んでもらえたらしい。私を人気のない山道に置き去りにしようと、あんな道に入った結果があだとなったのだろう。交通事故による怪我も相当重傷で、体中何箇所も骨折しているとのことだった。
さらに、冬場に長時間外にいたことで、足の指は壊死し、切断する可能性が高いとのこと。そんな状況でも意識はしっかりしているそうで、私はその日のうちに面会をすることになった。お母さん、お体はどうですか？私がそう声をかけて病室に入ると、義母は目を血走らせてこちらに食ってかかる。お前のせいでこんなことになったじゃないか。どう責任取ってくれるんだ？私のせい？突然怒鳴りつけられ、私はびっくりする。どう考えても、義母による自業自得としか思えなかったから。そもそも、山道に置き去りにされた私の方が被害者のはず。それに対して何の謝罪もなく、事故は私のせいだというのか。お前が私を深夜に起こしたりしなければ、こんな目に遭わずに済んだんだよ。そもそもなんでお前が病院にたどり着いてるんだ。お前が事故に遭って怪我すればよかったのに。自分がした行いは棚に上げ、私のことを一方的に責めてくる。この人には私を置いていったことへの罪悪感はないのだろうか。置いていって当然だと言わんばかりの態度の義母を見て、私はふつふつと怒りが湧いてくる。お言葉ですが、我慢の限界を迎えた私が義母に向かって怒鳴りつけようとした瞬間、別の声によって私の言葉は遮られた。いい加減にしてくれ母さん。振り向くとそこには夫がいた。まだ体も痛むだろうに松葉杖をつきながら義母の病室へやってきていた。と聞いておくれよ。優子さんのせいでこんなひどい怪我を。まるで被害者のような口ぶりで義母が訴えかける。全部優子から聞いているんだよ。深夜の山道に置き去りにするなんて、一体何を考えているんだ。それは。まさか夫にバレていると思わなかったのかもしれない。珍しく義母がうろたえている。そんな義母に対し、夫の叱責が続く。今までだって、母さんの態度は目に余るものだったけど、俺にとっては大事な母親だと思って、父さん亡き後、一緒に住んで面倒も見てきた。優子はそんな俺のわがままに付き合ってくれたんだよ。それはありがたいと思っているわよ。だったらそんな優子に対して、今回の仕打ちはあんまりだろ。俺はもう母さんの面倒を見ることはできない。今までの不満をぶつけるように、夫は義母に向かって絶縁を突きつける。でも年金だけじゃ生活も不安じゃない。今よりずっと節約していかなきゃいけないし、生活が苦しくなるのは困るんだよ。義母はそう言うと、すがりついて夫を引き止め始める。お願いだからそんなこと言わないでおくれよ。年寄り一人で生きていけって言うのかい？もうあんなことしないから見捨てないでおくれ。しかし夫は義母の腕を払いのける。今後は自分の年金だけで生活してくれ。俺はもう関わらないから。夫はそう言い残し、病室を出ていく。私は急いで夫の後をついていこうとするが、義母は再び夫への悪態を口にするのだった。それから回復までそれなりに日数はかかったものの、夫も義母も無事に退院する。義母は退院するまで夫への文句を漏らし、看護師さんや医師の方々に悪態をついていた。私たちは夫の退院と同時に実家を出ることにした。あの家に残された義母は今後一人で年金暮らしをしていくのだろう。散々夫の収入を当てにして好き勝手にしてきたのだ。これからは少ない年金をやりくりして、ひもじい生活でも耐え忍んでいけばいい。私たちは意地悪な義母から解放されたことで悠々自適に暮らしている。ストレスなく自分たちの生活を謳歌できることの素晴らしさを実感する毎日だ。その後しばらくして私たち夫婦の間に子供ができたことが判明した。夫は泣きながらも喜んでくれる。俺たちは母さんみたいにならないよう気をつけような。そうね。子供とずっと良好な関係が築けるようにしていきたいわね。俺たちならきっと大丈夫だよ。義母のことは反面教師に、自分たちの子供には目いっぱいの愛情を注いで幸せな家庭を築いていこう。そう私は心に誓うのだった。